見すると何気ない日常を切り取った写真たち。しかしその裏に隠された真の意味を知った時、あなたはもう目をそらさずにはいられない。ケンちゃんです。どうも、浜辺美波です。その通り。というわけでですね、本日はね、皆さん大好きなね、意味がわかると怖い写真シリーズをご紹介していきたいと思います。すいません。まず1枚目は究極の証拠写真といえる1枚を紹介していきたいと思います。何気ない日常を一瞬にして地獄へと変える残酷な現実。幸せそうな写真の裏に隠された悲劇のストーリーとは。究極の証拠写真。まずはこの写真をご覧ください。これは2010年12月31日、大晦日の夜にフィリピンのカローカン市で撮影されたものなんです。写真の撮影者はカローカン市の市会議員レイナルド・ダグサさん、当時35歳。写真前方の3人の女性はダグサさんの妻と娘と義理のお母さんです。一見普通の幸せそうな家族写真に見えますよね。いやでもこれね、ちょっと違和感あるんですけど、皆さんわかりますか？左奥の男がなんか変なの構えてない？そうなんですよ。この男ね、身内でもね、なんでもないです。2010年12月31日大晦日、ダグサさんはこの日家族水入らずの楽しい時間を過ごしていたんです。そして新しい年を迎える1時間前、家族写真を撮るため自宅のガレージに出てきます。ダグサさんがカメラのフラッシュを焚いた次の瞬間、大きな銃声が2回鳴り響いたんです。気がつくと家族の目の前には右腕と胸を撃ち抜かれ血まみれになったダグサさんの姿があったんです。もうお分かりでしょうか？そうなんです。この写真はなんと被害者自身が殺害される直前に撮影したものだったんです。実は先ほどの左奥の男は市会議員のダグサさんの息の根を止めに来た地元マフィアの男で、彼が手に持っていたのは45口径の拳銃だったんです。怖えわ。すぐさま救急車が呼ばれたんですが、ダグサさんは病院に搬送される途中で死亡してしまうんです。そして犯人も闇夜に紛れ分からずじまい。しかし警察が調査の中でカメラに残った写真を現像したところ、そこには微笑む家族の背後に銃口をまっすぐカメラへと向ける暗殺犯の姿がはっきりと写っていたんです。この写真をもとに警察は暗殺犯をミカエル・ゴンザレスと断定。そして2011年1月7日、写真を証拠にゴンザレスは逮捕されるんです。さらに右側に横向きで写っているこの男も実は見張り役の共犯者だったんです。身内じゃないの？めっちゃ身内みたいなポジションじゃない？こうして犯人2人は逮捕されたんですが、一体なぜダグサさんは暗殺の対象となったのでしょうか。その理由はダグサさんの議員としての活動にあったんです。当時ダグサ議員は犯罪防止の法整備に積極的だったんです。そして犯人の2人は地元のマフィアの一員。そう、ダグサ議員の活動がマフィアのしのぎ活動の邪魔になったことが暗殺の動機となってしまったんです。そして皮肉なことに、地域に平和と秩序を維持するために一生懸命働いたことがこの事件を引き起こしてしまったんです。でもすっごい偶然じゃないか。こんなすごい証拠ないんじゃないの？いや、そうなんですよね。議員もね、この家族もこの後ね、こんな悲劇がね起こるとは思わなかったと思うんですよね。絶対思ってない。思ってたよね。仲のいい兄弟。これは1975年8月20日にカリフォルニア州セコイア国立公園内のモロロックという山の頂上で撮影された写真なんです。楽しそうに笑顔を見せる2人は兄のマイケルと弟のショーンの2人兄弟。撮影者は2人の妹メアリー。兄弟が山の頂上にいた時に突然髪の毛が逆立ち始めるんです。3人は面白いなどと言って交代で写真を撮っていったんです。しかしこの直後、3人に悲劇が襲いかかります。この写真を撮影した直後、突然雹が降り始めたんです。そして兄マイケルが右手にはめていた指輪が全員にはっきり聞こえるくらいバチバチという大きな音を立て始めたんです。こんな顔して彼女いいの？いや、何様だよ。自分の顔見て言えよ。これは指輪が通電する音なんです。そしてこの直後、目の前が真っ白になり轟音が鳴り響きます。そうなんです。3人は雷に打たれてしまったんです。気がつくと全員が地面に倒れていました。ショーンは膝を抱えて崩れ落ち、その背中からは煙が上がっていたんです。最終的には3人ともかなりの火傷を負ってしまったんですが、幸運にも全員命に別状はありませんでした。もし野外で突然髪の毛が逆立ったら、それは雷の前触れなんです。雷雲は大量の静電気を帯びています。なので雷雲が近づくと頭髪が電極になるため、髪の毛が吸い寄せられて逆立つというわけなんです。なのでもし雷の前兆を感じた時は、野球のキャッチャーみたいに皆さん低くしゃがんでください。これどうやればいいの？よくわかんないからやってみてよ。
まあでもメジャーリーグのキャッチャーじゃないですか。地面に近ければ近いほど確率は低くなるんですが、だからといって寝そべるのは禁物なんです。地面との接地面が多いと地面を通して感電する危険性があるんです。なのでかかとを浮かして低くしゃがむ。こうすることで少しでも雷に打たれる確率は低くなるんです。皆さんもくれぐれもお気をつけください。しゃがめ、みんなしゃがめ。いや触るのはやめてもらっていいですか。なんで？まだ受け付けれてない気持ちいい。次に紹介するのはある世界的に有名なミュージシャンがファンと一緒に写る写真なんです。ダブルファンタジー。こちらの写真をご覧ください。これは1980年12月8日午後5時頃にニューヨークのマンハッタンで撮られたもの。左の男性は誰もが知る男。これってジョン・レノンよね。ビートルズのリーダーとして名曲の数々を世界に送り出してきたジョン・レノン。この時ジョンはレコーディングスタジオに向かうためリムジンに乗り込むところでファンに囲まれサインに応じていたんです。そしてこの写真はファンの中の一人の男性が無言で差し出してきたジョンのレコードダブルファンタジーにサインを書いているところなんです。サインを書き終えたジョン・レノンはファンの男性にあなたが望むのはそれだけですかと尋ねます。それに対してその男性は笑顔でうなずいたんです。これね、一見すると何の変哲もないファンとの交流をしている写真に見えますよね。ですがこのことが悲劇を招くきっかけになってしまうんです。サインに応じた後、ジョンの妻小野陽子やラジオ局のスタッフたちと共にレコーディングスタジオに向かいます。そこでジョンはリードギターを弾いて陽子の曲 Walking on Thin Ice をミキシング。レコーディングは夜の10時半まで続いたんです。その後スタジオを後にしたジョンと陽子は自宅マンションダコタハウスに戻ります。この夫婦が暮らすダコタハウスには中庭があり、そこに駐車できるようになっていたんです。しかしその日は12月の遅い時間帯にもかかわらずあったかい日だったんです。そこでジョンと陽子はリムジンを自宅近くの72番通りで止めて歩いて帰ることにしたんです。車から降りたジョンは陽子の少し後ろを歩いていました。そして彼らがダコタハウスの中庭につながる道にたどり着いた時、一人の男が物陰から現れたんです。ジョンは潜んでいた男とすれ違う際、その顔をすれ違いざまに一別しました。いやこれね、多分ね前にあったと思ってたんじゃないですか。ジョン見たことあるってなったんでしょうね、多分ね。その直後すれ違った男は突然背後からレノンさんと呼びかけます。その声を聞いたジョンが男の方へ振り返ろうとしたその時、男は懐から出した38口径リボルバーを両手で握り、ジョンの背中めがけて5発の銃弾を発射したんです。その距離はおよそ3メートルという至近距離だったんです。一発目は外れてジョンの頭上を通過しダコタハウスの建物の窓を貫通。2発目はジョンの背中の左側に命中し、残りの2発は左肩を突き抜けたんです。銃声を聞いたダコタハウスの管理人はすぐに自分の青い制服をジョンにかけ警察に通報。そしてジョンのメガネを外しました。陽子が駆け寄り彼の頭を抱きかかえると、ジョンは口から血を流しながらヘルプと囁いたというんです。外ではダコタハウスのドアマンが犯人の手から銃を奪い取り、手の届かないところまで蹴飛ばしてこう言ったんです。お前は自分が何をしたか分かってるのか。すると男は冷静に、ああ俺はジョンを撃った、そう答えたんです。その後銃は近くの茂みでジョンのレコードダブルファンタジーとともに発見されたんです。そしてそのレコードにはジョン・レノンのサインが書かれていたんです。ってことはあの写真の男が犯人ってことよね。そういうことになりますよね。その横に映る男こそジョン・レノンの殺害の犯人マーク・チャップマンだったんです。ドアマンに銃を奪われたチャップマンは他に凶器を持っていないことをアピールすると歩道に座り込んだんです。そして警官が到着するまで小説ライ麦畑で捕まえてを読んで待っていたというんです。もう怖すぎ。間もなくしてニューヨーク市警の2人の警官が現場に到着。警官はチャップマンにすぐさま手錠をかけパトカーの後部座席に押し込みました。その後チャップマンには全く抵抗する様子は見られなかったといいます。これね、初めからね捕まるつもりで犯行に及んだっていうことなんですよね。そうよね、絶対。チャップマンは後にジョン・レノンを殺すことで自分が誰かになれるはずだと思っていた、こう語っていたんです。もう自分勝手すぎですよねこれ。マーク・チャップマンが逮捕された数分後、別の警官2人が到着しました。ジョンの傷を見た警官たちは救急車を待つ時間はないと判断。すぐに自分たちのパトカーでルーズベルト病院に搬送。そしてパトカーから降ろし台車付きの担架に乗せて救急救命室に搬送する途中、ジョン・レノンはすでに脈拍もなく呼吸も停止していたんです。15分から20分かけて
て蘇生処置を施したんですが、心臓周辺の血管が激しく損傷していたため手遅れだったといいます。そして23時15分、ジョンは死亡宣告されます。去年40歳でした。1980年当時、ジョン・レノン殺害の報道は全世界に衝撃と悲しみを与えたんです。日本でも連日ワイドショーで報道。そしてジョン・レノンの殺害報道が出た翌日、葬儀について妻小野陽子がコメントを発表しました。それはこんな内容でした。ジョンの葬儀は執り行いません。ジョンは人間を愛し、人類のために祈っていました。どうかジョンのために同じことをしてください。ジョン・レノンの悲劇の死から40年経つ今なお、彼の魂は世界中の人々に共有され生き続けているんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。